皆さんこんにちは、里山日記です。鎮気剤で一年中作れるドクダミクリーム。私は水仕事で手が荒れやすいのでカサカサ肌予防に使っています。動画の流れです。1、用意するもの。2、ドクダミクリームの作り方。3、クリーム使用感の紹介です。材料の分量を少しずつ調整して今のレシピにたどり着きました。またクリーム作りの際に出る洗い物をできるだけ減らしたかったので今の作り方に至っています。自家製ドクダミクリーム、皆様の参考になれば嬉しいです。用意するもの。蜜蝋、ネットで購入しました。このようにビーズ状になっているものが使いやすくておすすめです。バー油、ドラッグストアで購入しました。ドクダミ鎮気です。作り方はこの動画を見てください。概要欄にリンクを貼っておきます。左が2年前、右が今年につけたものです。色はあまり変わらないですね。そしてガラス製の瓶、小さめです。指が瓶の底に届く高さのものがいいです。小さい泡立て器、100円ショップで購入しました。湯煎用の鍋です。そして鍋底に敷く布巾ですね。作り方の紹介です。消毒した瓶をはかりに乗せて蜜蝋を 1g 入れます。次にバー油を 10g 入れます。バー油は高いですし酸化しやすいので使う分だけ取り分けて保管いたします。布巾を敷くと湯煎の時瓶がグラグラしません。瓶の底が5分の1浸かる程度の水を入れます。そして火にかけバー油と蜜蝋を溶かしていきます。透明になるまで溶かします。バー油は30から40度、蜜蝋は62度が融点です。なので先にバー油が透明になります。沸騰したら火を止め余熱で溶かしていきます。蜜蝋も溶けました。全部溶けたら鍋から出します。熱いので気をつけてください。次にドクダミ鎮気を小さじ1入れます。鎮気を入れた後、部分的に固まりますので混ぜていきます。アロマオイルで香り付けをする場合、このタイミングで入れます。以前は混ぜるのに竹串などを使ってきましたが、ミニ泡立て器だとすぐ混ざるので作業が楽になります。クリームがねっとりするまで混ぜます。完成です。常温で保存します。使用感の紹介です。実験のため朝から何にも塗ってなかったので早速クリームを塗ってみました。このクリームは全身に使えるので重宝しています。かかとのひび割れケアでは特に助かっています。塗って1時間後です。水で濡らしても弾いてくれてます。寝る前にも塗ります。
人差し指のこの部分がカサカサして荒れていました。場合は人の皮脂の成分と近いので、塗ってしばらくすると肌に馴染んでいきます。翌朝です。カサカサ荒れていたところもツヤが出て落ち着いていました。私の場合、この量を 1,2 週間で使い切ります。短期間なので、指で直接クリームを取っても劣化しません。スパチュラを使わずに気軽に使えるのも気に入っています。ご視聴いただきありがとうございました。薬草活用、野菜、果物、山菜を長く楽しむをお届けしていきます。チャンネル登録をしていただけると励みになります。